こちらでは、20歳の介護士、ともみの恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、転ばせちゃった彼と、転がり込んだ恋。森友美は、愛知県長久手市にある介護施設で介護士として働いている。まだ2年目で、ようやく仕事には慣れてきたものの、毎日は忙しく、心も体もクタクタになる。それでも彼女には、一つの大切な息抜きがある。それが、フットサルだ。中学の頃からサッカーが好きで、今は地元の男女混合のチームに所属している。小柄だけれど俊敏さを武器に、仲間と汗を流す時間が大好きだった。その日、ともみのチームは別のチームと練習試合をすることになっていた。よろしくお願いします。互いに挨拶を交わした瞬間、ともみは目を疑った。あれ、あの人。相手チームの中に見覚えのある顔もある。同じ介護施設で働く同僚、玉木だった。なんで玉木さんはここに？玉木は24歳。職場では寡黙で、必要最低限の会話しかしない人だ。無口だけれど真面目で、利用者からの信頼は厚い。そんな彼がフットサルのユニフォーム姿で立っているなんて想像もしなかった。では、試合を始めます。掛け声とともに試合が始まる。序盤、ともみは必死に走ったが、相手チームの勢いに押され気味。そして、問題の瞬間は突然やってきた。ドリブルで突っ込んできたのは玉木だった。軽くフェイントを入れ、揺さぶられたともみの目の前をスルリと抜けようとする玉木に、反射的に手が伸び、かっしりとユニフォームを掴んでしまった。玉木の体は前につんのめり、派手に転倒した。すぐにレフェリーの笛が鋭く鳴り響く。ファウル。もう、ごめん。いや、大丈夫。玉木は二度笑いしながら立ち上がった。けれど周りから注目され、ともみの顔は真っ赤になる。やば。職場で会ったら絶対気まずい。結局、そのまま試合は終わり、玉木とろくに話すこともできず解散してしまった。数日後、施設の休憩室でコーヒーを飲んでいる玉木を見つけ、ともみは思い切って声をかけた。この前は本当にごめんなさい。つい手が出ちゃって。大丈夫だって、あんなのよくあることだし。でも、転ばせちゃったし。全然気にしてないよ。むしろ楽しかった。ね、楽しかった？驚いて思わず出てしまったともみの思いに、玉木は肩をすくめ、どこか照れくさそうに笑った。俺、もともとサッカー部だったんだ。けど、社会人になってから全然やってなくてさ。この前は知り合いに誘われて、試合メンバーが足りないから来てくれって、応援要員で入っただけなんだよ。そうだったんだ。久しぶりにボール蹴ったら楽しくてさ。本気でチームに入りたくなった。森さんのチームって今、メンバー募集してる？よかったら入りたいんだけど。玉木の瞳が子供みたいに輝いていた。いつも無口で淡々としている彼が、こんな表情を見せるなんて。募集中だよ。あんなに上手な玉木さんなら大歓迎。ぜひうちのチームに入ってよ。いいの？もちろん、歓迎するよ。今度の練習、一緒に行こう。こうして玉木は、ともみのチームに入ることになった。初練習の日、彼の実力にチームはざわつく。誰？あの人。なにともみちゃんの同僚？もしかして彼氏？周囲の視線をよそに、玉木とともみは声を掛け合った。玉木さん、ナイスシュート。森さんのパスが良かったから。自然に笑い合う二人に、ともみの胸はじんわり熱くなる。練習後には、介護の話やプライベートの話をするようになり、周囲からは二人って仲いいよねと冷やかされることもしばしば。ちょっと、そういうのじゃないから。慌てて否定しつつも、玉木と目が合うと頬が熱くなる。そういうのじゃないのかな。自分でもわからなくなってきた。ある日の練習後、夕暮れのコートを出たところで、玉木が立ち止まった。ともみ、ちょっといい？何？俺、ずっとともみに伝えたかったことがあるんだ。いつもと違う真面目な表情に、
胸がドクンと跳ねる。俺、ともみのことが好きだ。静かだけど、真剣な声。ともみの頭が一瞬真っ白になった。本当に。本当に。玉木の視線はまっすぐで、冗談なんかじゃない。喜びで飛び上がりたい衝動を抑え、冷静さを装うように下を向いたまま、か細い声で答える。私も、好きだよ。本当？よかった。顔を上げると、玉木の表情がパッと明るくなっていた。ちょっと、なんでそんなにほっとしてるのよ。だって、振られたらどうしようかと思って。考えすぎ。でも、ちょっと意外だったかな。何が？もし返事が OK だったら、ともみはもっと喜んではしゃぐかと思ったから。そんなわけないじゃん。私だってそれなりに淑女でレディーなんだから。見透かされてる。本心を見透かされ、ともみは思わず大声を出してしまう。それは失礼しました。笑い合いながら、自然と二人の距離は近づく。じゃあともみ、今度の休みにさ、地球アーク記念公園、一緒に行かない？それってデートのお誘い？そうなるな。初デート、二人きりで。いいよ、行こっか。春風が心地よく吹き抜ける夕暮れ道を並んで歩きながら、ともみは思った。あの時、玉木の服を掴んで転ばせなければ、こんな未来はなかったかもしれない。偶然のファウルが、私たちを結びつけたんだ。これからの日々は、きっと少しずつ変わっていく。さて、今回は転ばせちゃった彼と転がり込んだ恋という短編小説、この一部をちょっと掘り下げていこうと思います。主人公は森友美さん、20歳の介護士の方で、フットサルが趣味なんですよね。手元に物語の抜き線があります。このお話、職場の同僚と予期せぬ形で出会って、そこから関係が変わっていく、そんな様子を描いてますよね。日常のほんのちょっとした出来事が人の心とか関係性をどう動かすのか、そのあたり見ていきましょうか。そうですね。あなたが注目すべきポイントは、もしかしたらいつもの日常に潜む意外な可能性、そこかもしれません。物語は友美さんが介護の仕事をしてて、その傍ら趣味のフットサルで汗を流してる、そんな場面から始まります。介護っていう心身ともに結構ハードな仕事ですよね。それとフットサルっていうアクティブな趣味、この対比がまず友美さんという人物の多面性みたいなものを示している感じがしますね。そうなんです。で、ある日の練習試合で相手チームにですね、職場でほとんど口を聞いたことのない寡黙な同僚玉木さんを見つけちゃうんですよ。24歳の方ですね。これは、かなり驚いたんじゃないかなと。いや、驚きますよね。だって職場っていうある意味決まった役割でしか見てない相手を、全然違う環境で、しかもなんていうかプライベートな情熱がむき出しになるような場で見るわけですから、これは相手への見方がガラッと変わる瞬間ですよね。固定観念が崩れるというか。まさに。で、その試合中に友美さん、ドリブルしてる玉木さんを止めようとして、ついユニフォーム掴んで転ばせちゃうんです。笛が鳴って彼女顔真っ赤になっちゃう。気まずいアクシデントですけど、でもここから物語が動き出す。この転ばせたっていうある種の失敗というか気まずい経験が逆に関係の起爆剤になるっていうのは非常に面白い点ですね。心理学的に見ても、ちょっとネガティブな出来事を共有することでかえって記憶に残って、その後の関係づくりのハードルが下がることってあるかもしれないですよね。なるほど。確かに。それで数日後、友美さんが勇気出して謝るわけですよ。そしたら玉木さんの反応が、これがまた予想外で、全然気にしてないよ、むしろ楽しかったって言うんです。楽しかったですか？で、さらに彼は元サッカー部で、久しぶりに本気でプレーできて嬉しかったんだって打ち明けて。なるほどね。謝罪がきっかけで彼の隠れてた部分とか本音が引き出されたわけですね。楽しかったっていうのは単なる社交辞令じゃなくて、きっと彼自身の中にあった渇望みたいなものが満たされた瞬間だったんでしょうね。そうかもしれませんね。で、それが次のアクションにつながる。森さんのチームメンバーを募集してるっていう問いかけに、
ここが大きなターニングポイントですよね。で玉木さんはともみさんのチームに入ってその実力で、みんなを驚かせると。そして練習を重ねるうちに2人の距離がぐっと縮まっていくんですよね。介護の仕事の悩みとかもっとプライベートな話もするようになって、やっぱり職場っていう枠組みを超えたフットサルっていう共通の場ができたのが大きいですよね。ただ近くにいるだけじゃなくて、共通の目標に向かって一緒に何かしたり、時には競い合ったりする中でお互いの素顔が見えてくる。表面的な同僚っていう関係からもっと人の人間としての理解が深まっていく。周りがなんかあの二人仲いいよねって思い始めるのも自然な流れですよね。そうですよね。そしてある練習の後、ついに玉木さんが切り出すんです。ともみのことが好きだって。ついにアクシデントから始まった関係が共通の活動を通して育まれて恋愛感情にまでなったと、まさに物語のクライマックスですね。ともみさんも私も好きだよって気持ちを受け入れて、2人は付き合うことになるんです。それで初デートの提案として玉木さんが地球博記念公園に行こうって誘うんですよね。その告白シーンでのやり取りもちょっと面白いですよね。もし返事が OK だったらともみはもっと喜んではしゃぐかと思ったっていう玉木さんのセリフ。これってもう2人の間にお互いの性格をある程度分かっててリラックスした関係ができてるんだなっていうのがなんか伝わってきて印象的です。確かにそうですね。というわけで見てきたようにフットサルコートでのファールっていう本当に些細な、どっちかというとネガティブな出来事がきっかけで職場の同僚が恋人へと変わっていく、そんな展開でした。この物語が示唆しているのはやっぱり日常の決まったパターンからほんの少しだけ足を踏み出すこと、あるいは予期せぬ出来事を受け入れる姿勢、それが思いがけない発見とか関係の深まりにつながる可能性があるってことじゃないでしょうかね。限られた環境だけで見てるとわからない相手の側面が別のコンテクストでキラッと光ることがあると。本当にそうですね。あなたの周りにもきっといつも決まった役割とか場面でしか接していない人っていると思うんですよ。その人たちの中にまだあなたが知らない共通の興味とか意外な一面が隠れてる可能性って十分にあると思うんです。日常の中のちょっとしたズレとか予想外に目を向けてみると、新しい関係性が文字通り転がり込んでくるかもしれない、そんな可能性について少し思いを巡らせてみるのはいかがでしょうか。最後まで聞いていただきありがとうございます。ともみのプロフィールはこちらです。趣味はフットサル、20歳の介護士です。彼女のイラストギャラリー動画を YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトすずりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。